こんにちは。TAT さん、丸中さん、こんにちは。えクレイラさん、こんにちは。今日も土曜日午後3時の、ライブ配信をやりたいと思います。よろしくお願いします。今日ちょっと暑いので帽子かぶってやろうかなと思います。よしゾウさん、こんにちは。よろしくお願いします。瞑想師さん、こんにちは。よろしくお願いします。トルトゥーガさん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、ちょっと苦しい。アンドレア、はい、アンドレア、チャオ。チャオ。チャオ。はい、グッドアフタヌーン。キャル84さん、ハロー。とあるさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい。はい。今日の作業はこちら写真に載せてて、始める前から、ちょっとチャットしてくださってた通り、これは大和章です。で、ありがとうございます。美しい帽子と美しい木、ありがとうございます。はい。早速 TT さん翻訳してくださっていつも助かります。はい。ということでこちらははい大和章です。まだ春から何もしていませんので、もう3年4年ぐらい植え替えしてませんので、植え替えももう今もう4月の下旬ですかね、やってしまおうかなと思います。とりあえず1時間ぐらい予定しております。ボンジュールボンジュールトームミスタートーム森 D さん、間に合った。ありがとうございます。急いでくださって、はい、今週も頑張ります。頑張るっていうか楽しくやりたいと思います。はい。昨日一昨日と顎ひもちょっと食い込んでますけど取れちゃうんで、ちょっとこのくらい強気でこうやっとかないと取れちゃうんですよ。カラテアバーガーさん、なんかはい、皆さんこんにちは。I love 図書。おう We actually have not a lot of 図書 here. I know。イヤリングありがとうございます。とあるさん、今日はキャンプ場のハンモックにリア充ですね。いいですね。セレブさんもこんにちは、よろしくお願いします。はい。MH さん、はい、大和章です。こちらはですね、こんなものです。だいぶ古い木で、知り合いの方がもう盆栽やめるということで引き取ってほしいという話を3年か4年ぐらい前に受けまして、それで引き取った木です。ミンミンさん、こんにちは。丸中さん、今日もそうですか。お師匠様、今週もよろしくお願いします。今度会えるの楽しみにしてますので。ウエスルイスさん、こんにちは。こんにちは。あと始める前のここのチャットのところで南京ハゼ、多分私も覚えてます。この種何ですかって聞かれたので南京ハゼですって教えてた方ですよね。はい、芽が出たということでおめでとうございます。だいぶちょっと結構ピヨってなるんですけど、見守っていけばそれなりの形になっていくと思います。で、はい、もうこう芽がいっぱい出てますんで別実をしていくと。もうちょっと伸びてからこう芽だけトントン摘んでいく人もいますよね。図書の目摘みの仕方伸ばしてから芯のところを摘む場合と
こういうのどんどん出てきたものからこうちょこちょこ積んでいく場合と、場合とありますよね。プラス盆栽さん、こんにちは。よろしくお願いします。それと力もかさん、こんにちは。よろしくお願いします。勉強というか、ちょっとうだうだと1時間ぐらいだらだらとおしゃべりするだけになってますが、ちょっとね、寄っていってください。あやねさん、こんにちは。今週も見に来ていただいてありがとうございます。嬉しいです。キアラスマーダさん、はいハロー。目摘みをしています。私は今、図書の目摘みをしています。I am blessed with books now. 違います。目摘み違う。Women's stands are different. 違う。なんて言ったらいいんだろう。目摘みって英語でなんて言うの？ブラッドピッキング？ブラッドじゃない。ピッキング、なんとかピッキングです。しんしさん、こんにちは。今週も来ていただいてありがとうございます。今日は図書です。ちょっと今年初めて1本目の図書を、触っているところです。TAT さん、私は図書をいじるときは指サックしてます。そうですね。特にこれすごく痛いんで、これで私何回も流血したことありますが、新芽はかろうじて触れるんで、今だけこう積んで、しんさんに図書のいじり方とか教えてほしいですね。何かお気づきの点あったらどうぞアドバイスください。パトリシア・コナーさん、カリフォルニア州アラメダからこんにちは。こんにちは。こんにちは。TAT さん、通訳ありがとうございます。今週もなんとかハンモックに揺られながらのインタープリター。新芽を取る。はい、そうですね。そうですね。新芽。Shinma. 新しい芽を取っています。I'm taking a new woman. 新しい女を取っていますってなっちゃいましたダメだ。植物の芽を取っています。 Plant buds. ダメだ。間違えた、ごめんなさいとわるさんでした。ごめんなさいごちゃごちゃになっちゃった。プラス盆栽さん、図書をすでにやってしまった。でも大丈夫ですよ。いいのはやっぱ5月とか6月って書いてありますけど、芽動きもこう始まってるんで、3月とかはまだ寒いからあれですけど、寒がると言っても別にそんな冬の保護が、この関東の場合は難しくはないので、ちゃんと見てあげれば問題ないと思います。I am picking the new buds。そうです。それ。カタレナバーガー、ありがとうございます。カタレナさんは、私は普段図書から古鳩りから、そうですね。私は通常図書から小鳩りから、混乱、小鳩りもしますよ。小鳩り今は目摘みしてますけど、これからちょっと掃除するときに中の古い葉っぱも、取ります。掃除します。ちょっと最近この翻訳アプリが言うこと聞かなくて、目摘みマウスでネズミになっちゃった。ダメだ。目摘みと古鳩りをします。
混乱ね、混乱しますよね。自分がやってるのとなんか違うことやってたらって思いますよね。ありがとうございます TT さん。あれですかね、翻訳のアプリをなんかやりながら画面を開きながらやってくれてるんですかね。めっちゃ助かります。この木は結構古いのでそんなに芽吹きが強いわけじゃなくて、芽摘みも春にちょっと1回やって、あとはちょっと割と伸ばし気味にしていましたが、ちょっとね間延びしすぎちゃうのでそろそろちゃんと作っていこうと。植え替えも4年目かな、3年はしてないので結構いっぱいになってると思います。Google 先生ありがとうございます。2バドしてますか？そうですか。うちは普段深爪なのにこの時期だけは内見のためにわかります。そうですね、私も伸ばしてますよ。これカリンバを鳴らすためにもう伸ばしてるんですけどOK, I do this step first before taking the new buds すみません。 OK No problem, no problem. She's also removing the old and dead leaves at the ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構これ痛いんですよね。本当に痛いです。ちょっともうバラバラですけど、とりあえず新芽は強い真ん中の新芽から中心に、取ってみました。はい、こういう感じで。はい、せっかくの綺麗な指輪いや結構もうカサカサですので大丈夫です。はい、大丈夫です。さあちょっとあんまり植え替えしてなかったんでどうなってるかな。たーちゃん、図書は痛いけどこう高峰図書は痛くないのだ。痛くない。痛くない図書の方はねありますよね。はい。図書欲しいけどうちの近くではなかなか手に入らない。そうですか。普通の図書ハイネズっていうか痛くない方の図書も手に入らないですか？この大和書はなかなか今はそんなに流通ないんじゃないかなと思います。これ持ってらっしゃった方もかなりご年配の方だったんで、何歳ですか？わからないです。でも、40年45年ぐらい45年ぐらいその人が持ってらっしゃった図書です。これは英語で返すのかな。この木の樹齢はこの木の樹齢はダメだ、わかんない。この木は、50歳ぐらいです。This tree is about 50 years old. This tree is about 20 years old. Yes. もう、50年ぐらい経ってますね。もっと大きかったんです。鉢もこのめっちゃ大きい鉢に入ってる状態のものを
ちょっとずつ2回、植え替え、小さい鉢にならして。She doesn't know me around you. Oh, she said. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でちょっと目あたりというか中の方にいくつかありますから、それをそのところまでいらない枝を切りながら、今日のスタイルはちょっと邪魔かな。ちょっとナスビみたいになっちゃったけど、はい。寝癖を抑えるために翻訳がはい翻訳が、英語でなんていうかな、Wow, that's amazing. Oh yes, thank you, thank you. ちっちゃいWow, miscellaneous amazing landlord. Thank you, thank you. 何これ、なんでもないです。その方が可愛い可愛いですか。ありがとうございます。あんまりそういうの言われないからなんて言ったらいいかわかんないですけど、ありがとうございます。下向きの枝とか、下に向いている枝を切る。Cut the branch facing down. 翻訳機能がね、今こうだいぶ寝てるんで、こうペタって寝てるんで、今回少しちょっとこういう風に少しちょっとこの辺が面白いんですよ。面白いんです。でここがもううろみたいにここ穴開いてる感じ、これがいいと判断する人と悪いと判断する方といると思うんですけど、結構ねこう穴向こうが見えるんですよ。こう、寝かせてるとよく見えないもんですから、こっちを正面にして少し起こしてみようかなと。こうなってたのをちょっとこういう風に、私はそうですか、よかったです。いろいろ人によって違うからどうかなと思ったんですけど、今回は少しこの辺を見せるように植え直したいと思います。枝を図書の葉っぱはこういう風にこういってこういう風になんていうか、こういう風になんか出てくんで、その分かれ目とかちっちゃい芽があるんですよ。ちっちゃい芽、普通に皆さん知ってると思うんですけど、こうトゲトゲあって、ここにちっちゃい芽があるんですよ。でそこを残して切った方が、バリカンみたいにこうガーって切っても、木によってはちゃんと出るんですけど、やっぱ目止まりというか出ないものもあるんで、少しこう目を確認しながら短いところで切っていった方がいいかなって思ってます。翻訳してくれてる、ありがとうございます。なかなかこっちから見えないんですよね。よいしょ。2倍とかにできないのか。私もサウスポーですけど、ハサミは普通の誰でも使えるようなハサミです。針金切りはナイフとかは左利き用に作ってもらったんですけど、ハサミは普通のハサミで自分を慣らしてます。ちょっとくしゃみが大丈夫だったくしゃみ出そうだった。サウスポー、ジンもいいですね。そうですね。枝ね、ちょっとありますね。ここはちょっと不自然だからなんとかしないと思ってます。MH さん、木が寝てるので植え替えで傾きを、ありがとうございます。めっちゃ
もう嬉しい。翻訳が後から字幕つけるのも実は間に合っていなくてできてないんですよね。やっぱりこう私の話じゃなくて皆さんのこのコメントの内容も知りたいらしいんで、早くコメント字幕つけてって言われるんですけど、今年は花粉症そうですね、すいません、ちょっとぐじゅぐじゅで、何の花粉ですかね。杉ですかね。今杉終わったのかなとあるさんちょっとは楽になれましたか？もうめっちゃ助かりますよ。私何にもしてないですからこの翻訳機能も全然役に立ってなくて、やっぱ盆栽用語が全然ですね。1時間の字幕は大変、そうですね、大変ですね。気合がないとちょっと無理ですね。See, it's cry ありがとうございます。今ヒノキか、ヒノキですね。ヒノキ確かにめっちゃこの辺ありますからね。すみさんこんにちは。お邪魔してください。かっこいい。ありがとうございます。アシスタのよかったよかった。ちょっとね古くて、とにかく古くて、いい木なんですよ。うちんとこ来て 5年ぐらいなんですけど、なんとか枯れずに元気にしてます。Hello from Germany キミさん Hello Hello from Poland Hey Hello。 自分も今年はヒノキ花粉、ちょっと大変ですよね。やっぱね、くしゃみ、昨日電車に乗ったんですけど、くしゃみするのも気使うからくしゃみ出そうになった時にその度に降りてくしゃみするっていう。ネズ図書ジュニパーレスリジーダかな。ジュニパーですよね。なんかこの辺はこれは全部なんかジュニパーって言われますよね。ネズミ刺しっていうことで翻訳もできるのかな。おいらは10分動画の字幕責務ですそうですね、大変ですよね。10分動画ね。ちっちゃい目のあるところでできるだけ切っています。ないところでちょっと間延びしすぎてるところはやむを得ず切ってます。ちょっと覚悟、もしかして目止まりするかもしれないと思いながら切ってます。カタレナバーガーさん、またカタレナさんが言ってくれたやつですね。この人か。また新しい目の周りの歯を取ることができます。ですからベースにはもっと多くの光があるかもしれません。私は実際ここでヨーロッパの図書の経験、なんだろう、新しいの、周りの目の周りの歯も取るってことですかね。まあそうですね。古歯かな、古歯を取っているのかな、カタレナさん。古歯取りは大事ですよね。この後取ります。ピンセットで取れるやつを。ハスカシそうハスカシですね。ハスカシこれいいか。例のこれがいいな。目切りのピンセット。これがいいですね。もちろん恥ずかします。これね、これは秘密なんですけど、分かる人には分かるところから、これはいただき物なんですけど、
知らなくて見てなくて、なんかめっちゃ使いやすいなと思って使ってたら、視聴者の方に教えていただいて、すごい皆さん詳しくてびっくりです。すごい使いやすい、おすすめです。はい、4000円ぐらいでしたね。で定価で、根元に光が当たっていい感じになるかもって、そうですね。恥ずかしするとですよね。はい。ちょっと待ってください。ちょっとまだね作業が追いつかないから必ずや恥ずかしまで作業を終わらせますんで、ちょっと待ってください。丸な図書は研いだばかりのハサミじゃないと切れないよ。研いだばかり、はい、わかりました。ハサミを研ぐ、研ぐことはできないけど、作業する前は綺麗にしてます。ありがとうございます。ライブ配信もだいぶ慣れてきましたか？はい、慣れてきました。ちょっとコメントでわちゃわちゃしますけど、慣れてきました。はい。このハサミです。このピンセットですか？これは正国のなんだ刃付きピンセット、目切り用の刃付きピンセットで、これの型番が今ちょっと新しいのは違うかもしれないんですけど、 PAT の897774って書いてます。多分ちょっと型番変わってるかもしれないですけど、こういう感じのやつをネットでも売ってると思います。アマゾンで探してみてくださいまさくにはアマゾンで売ってないかもしれないですね。まさくにのホームページとか、まさくに扱ってる、販売店とかで買うといいと思います。はい、店舗にも置いてるところには置いてるんで、まさくに1本買うともう1本ついてくるのかなこれついてこないと思います恥ずかしって光と風通しを良くするってことですよね。透かして、そうですね。あと図書は葉っぱを抜くと、それが何か刺激になるのか、目がよく拭くようになるんですよ。残してるより。しんさん、ありがとうございます。ちょっと現れてきましたね。はい。ピンセット少しきれいにで。ご質ご用です。そうですね。こんないいものをね。すごいなんていうか、この刃もすごく綺麗に研いであって、松を滅みするんで矢にはつくんですけど、その都度綺麗にしたら、もうなんていうか、サクって切ろうと思えばスコって切れるんで、すごくいいものでした。大きくしたい場合には目詰めしない方がいいんですか？大きくしたい、そうですね。目詰めせずに伸ばした方がいいですね。ある程度は伸ばして太らせて、それでだいぶ太ったなって思ったらもう切ると。硬質も真っ先に使ってるらしいですね。はい。よし。硬質ね。はい。ちょっとこれはダメだった。はい。もうちょっと刈り込みたいですね。
芽をつまんだ後はどのくらいの頻度で液体や固体の肥料で与えますか？どのくらいの芽を新芽を締め付けた後、液肥や固形肥料を与えるのですか？あ、肥料はどういう風にしてるかってことですかね。あ、そういうことですよね。与えるのですか？頻度について教えてください。肥料ですか？肥料はこれは古い木なんで、基本的には、控えめが良くて、まあ、春は私は固形肥料を置く前に液肥をあげてます。液肥はこういう液肥を少し薄めて、週に1回か、多くて2回あげて、でその後に、油かす肥料、これはバイオゴールドですけど、バイオゴールドは山形の肥料なんですよ。窒素、リン酸の方がちょっと多い、ちょっとですけどリン酸の方が多くて、だから春は割と、窒素の方が大事かなと思うんで、割と窒素多めの方タイプのものをですね、こっちの、下がり型のタイプをあげたりなんかして、控えめにあげてますね。この鉢だったらこの鉢だったらこのくらいの油かすを2個ぐらい、2個か3個置くぐらいです。ありがとうございます。翻訳してくれて助かります。控えめで、あんまり伸びても困るので、あとは灰色見ながらって感じですかね。葉水すると、葉水というかハイポネックスなんか葉水すると、心拍なんか特にそうですけど灰色が変わりますよね。鮮やかになる感じします。In this season リキッド、ありがとうございます。send us、すいません。こんにちは。初音さん、こんにちは。よろしくお願いします。セレブさん、いつかきっと自分で有機肥料、いいですね。簡単ですよ。簡単っていうか、練り練りして勝手に発酵させる感じ。でもめっちゃ虫湧きますよ。殺虫剤混ぜたりとかするけどしても湧きますね。すごい、ウジがすごいグラッチェ、ミレ、キミコ、アンドレア、何もしてないけど、はい、私とみどりさん、こんにちは。今週も来てくださってありがとうございます。今大和省の目摘みと、これから古葉をちょっと抜いていこうと思います。韓国の方も来た。アニョハセヨかな。アニョハセヨ。韓国の方。アニョハセヨ。ですね。皆さんは図書はもうやってますか？まだですかね。もうやってますよね。植え替えやってる人もいますよね。もう上のまだ気温があまり上がってないところはまだやってないのかな。ね、よくやっぱね、暖かくなってからってよく言われるから、それだけは守ってるんですけど。
まあ冷え込みがなくなってくる時期、まあ、冷え込まないよっていう感じですかね。そうなるとやっぱ5月ぐらい、5月前がいいですよね。ここにも目があった。えい、よし、軽く刈り込みました。下向きの間なんかもういらないんで。ボンチョさんは来月、そうですね、来月でいいですね。5月、だいたい5月6月って言いますもんね。実際どうなんですかね、やっぱ、早くやっちゃってこう枯らしたこともけど失敗もしたことないからどうなんですかね。どうしよう、枯らしちゃう人も割となかなか持ち込めないっていう人もいるけど、環境によるんですかね。よし、古葉を取っていきます。今日はやる気る気ですね。やれたらいいんですけど、あと20分しかないかな。また終わらないっていう、多分終わらないから最後まで多分お見せできないかも。紳士さん、1度目の目摘みを終わらせました。はあはあ。植え替え、6月ですか。6月、5月、6月。そうですか。じゃあ今日植え替えするのやめようかな。結構この木枯らしたくないっていうか、枯らしたくないんですよ。紳士さんが6月って、でも紳士さんのところはまだ気温はどのくらいなんですかね。今日関東は結構蒸し暑いぐらいですけど、多少寒いんですかね。どうなんだろう。これから古葉を取る。今から古い葉を取ります。今から古い葉っぱを取ります。I'm going to take the old leaves now. はい。芽をしっかり見ていい感じの時期に目摘みすればいいと思ってます。そうですね。芽の動き方でね、まあ何月っていうそういう決まりじゃなくて、ちゃんと木の、状態をよく観察してってことですよね。いいと思います。そうですね。キミコ、ビスト、チェル、イル、ギエプロ、ディクラダ、ちょっとわからない。すいません。あやねさん、うちは草むしりと精米で出る、雑草とか米ぬかでぼかし肥料を作ってるんですね。へえ、うちは湧いたことないですか。私市販の米ぬかと水といろいろ混ぜてるんですけど、やっぱこうあれですね、成分で違うのかな。そのぼかし肥料は農作物用なんですかね。まさにさん、また皆さんで配信時間引き延ばし今なんであと20分しかない。土砂は古いので2、3年ごとに植え替えますか。はい、古い木は、もしかしたら4年植え替えないかもしれません。3年から4年ぐらい。この木は丸3年植え替えてません。はい。パトリシャン寝るGood night 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 Thank you バイバイ、バイバイ。植え替えてないです。でもあんまりね、根っこがそんなに出てるかな、出てもなさそうなんですよ。使った土は天城なんですけど、天城砂、
ぼかし日は野菜と庭、なるほど。うちも野菜作ってるんで、そうですね、やってみようかな、ぼかし肥料。古い木は3、4年植え替えないです。ありがとうございます。古い葉っぱ、取れるやつ、古い枝はちょっと緑の枝のやつ、今年伸びたっていうか若い枝の葉っぱは無理に抜くと樹皮剥げて枝の芯枯れちゃうんで、あんまり取らない方が、茶色くなってる、ちょっと茶色っぽくなってるところの古い葉っぱで取れるところを取っていくと。取るとか切ってもいいけど、切ってもいいかもしれないですね。あんまり調子乗ってブリブリやるとやっぱ剥げちゃうんでめっちゃ取れるやんと思ってブリブリやると剥げる。なんか動物性のタンパク質混ぜる。そうか、そうですね。確かに。やっぱ植物性のものだとそっちの方がいいか。どうしてもなんか動物性の方が栄養価高そうで混ぜちゃいますけど、そうですよね。確かにそうですね。今度作る時それ注意して作ってみよう。確かに確かに。油かすは海外では販売されていませんが、何かおすすめはありますか？販売されてない。私が使ってる、肥料はプリプリ私が使っている肥料は、よく使ってるのは多分普通に有名どころのものですけど、こういうこれ、東証の超発酵油かすおまかせってやつ。東証、This is 東これ、会社東証っていう会社のおまかせ。そう出た、おまかせ。これはなんか聞いてるかわかんないんですけど、悪くはないってか、悪くはない、変な言い方になっちゃった。違う、なんだろう、使いやすいです。虫も全然来ないし使いやすい。割と苔が傷まないというか、置いてるところ、乗っけてるところの苔は生えないですけど、なんかこう苔がなんか腐っちゃうようなことはあんまりないので使いやすい。それと、ゆうさん、こんにちは。はい。苔傷まないので、そうですね。傷みにくいと思います。この当初に苔が生えたりするんで、はい。暑いですよね。今日は風がなくて見やすい。今日は風で無風です。海外のガーデニングでは油かすないんですかね。何の肥料使ってるんですかね、海外の人。そう、今日は風ないんですよ。あとは、怖いですよね。風ないと逆に怖い。これバイオゴールド、ちょっとお高めの肥料ですけど、よくこれを長寿梅にてんこ盛りしてる愛好家さんなんかも見かけますね。ガーデニングでは油かすない。そうなんですか。ガーデニングでぼかしが多いってことですかね。ちょっとわかんない。そうなんですね。これバイオゴールド。油かすないってことは何をいろいろあるか。出たこれね。これも虫発生しにくくて、なんかいい匂いです。美味しそうです。なんかこれ写真が心拍ですけどね。これも使ってます。
花心、花心ね、花心ってもありますね。うん。ちょっとコメントについていけなくなっちゃったんです。アイビーバースもいいですね。アイビーバースは私ちょっと手に入れられなくて使ったことないんですけど、いいですか？いいやつなんですね。カンさんありがとうございます。ホームページも見てくださってありがとうございます。頑張ります。バイオゴールドはいい匂い、はい、いい匂い。ネットでしか販売されてないですか？ネットでも売ってますし、よく行く盆栽園とかにも、盆栽園さんにも売ってますし、なんか園芸店のいいところ、大きな園芸店なんかにも売ってます。探せばありますね。うん。USA でないか。うん、美しいジュニパーミニジュニパー、私は土曜日のようにイタリアからあなたをフォローしてありがとう。明日翻訳を見るでは何も理解ごめんなさい、翻訳も最近やってないけどあなたにしたがるのはいいことです。挨拶 Thank you Thank you ごめんね。うん、海外の人はちょっとわけわかんないですよね。翻訳していただいてもわかんないですよね。アイビーワースはもともと街路樹とかの長期肥料。そうなんですね。あまりお目見えしたことないんですよね。見たことないです。全然やってない。ちょっとね、海外の人どうしたらいいかもう答えが出ないですね。なんとかしたいんですけど、古ファンを取っていきます。お店で探してみます。はい。バイオゴールドはよく見ます。比較的見ますね。うん。当初も置いてるところは置いてる。バイオゴールドは、そうそうそうね、いい匂い、かぐわしい匂いがしますよね。なんかなんかよく効きそうな匂いがしますよね溶かして液肥にもできるし。液肥は何を使ってますか？私がきみちゃんの家の近くだったらここにいてほしいですね。本当助かります。そんな人いたらいいんですけどね。液肥ももう多分皆さんも普通に使ってるものですね。こういうハイポネックスとリキダスと、花工場と一応3パターンありますけど、3つありますけど、液肥としてはこれは、活性剤か。リキダスは違うか。この2つですね。うん。はい。イタリアのピザを食べたことがありますか？ No No、 食べたことないです。花工場は85、ハイポネックスは65。こっちの方が窒素がちょっと多め、っていうちょっとした違いはありますね。長いな。ぬかちゃんマンさん、はじめまして。いつも動画ありがとうございます。最近盆栽やり始めて五葉松を購入しました。はい。五葉松は色が若干薄く、植え替えをしたら根っこに白いカビがびっしり。カビは大丈夫です。菌根菌だと思います。ストレッチとストレッチと漢字が読めません。ごめんなさい。殺菌何ですかね。ごめん、漢字読めない。殺菌して植え替えたのですが、それ以降なかなか緑が抜けて黄緑のままで戻ってこないんですが、このままちょっとそれはちょっとちょっとだいぶ弱っちゃってる感じですかね。五葉松あんまり根っこ切ったらどのくらい切ったんですかね。あんま根っこ切らない方が良いんですよ。肥料はあげない方がいいですね。
今多分弱ってると思うんで、水やりだけちょっと根っこがちゃんと出てきてるかわかんないので、肥料はやめといて、ちょっと活性剤ぐらいはあげてもいいと思うんですけど、ちょっと心配ですね。マイシン、肥料はあげない方がいいかも。そうですよね。弱ってそうですもんね。灰色が悪くて、ちょっと弱ってる状態で多分植え替えたってことかな。葉っぱの色は個体差で深い緑のものもあったり黄緑っぽいものもあったりするんで、個体差はあると思いますけど、新芽伸びてますかね。新芽が伸びてればなんとか。ジュニパートランクでとても素敵です。表も後ろも見えますか。はい、表もこんなもの。ジュニパートランクとても素敵。はい、こんなすごい、こんな根っこがもう黒く腐ったような。あ、そうですか。多分じゃあもう根腐れしちゃってる、ちょっとちょっとやばい状態かもしれないですね。松って具合悪くなるまでに気づくまでにちょっとなんていうか、葉っぱが硬いから、その臓器とか実物みたいに葉っぱがしおれたり枯れ落ちたりとか しにくいから、硬いままだからちょっと気づくの遅くなっちゃうんですよね。ちょっとどうかな。ちょっと皆さんのご意見も参考に。根腐れしちゃって、弱ってる感じですね、だいぶ。五葉松はもう弱っちゃうと結構頑張ってもダメなことあるんで、すいません、ちょっと始めたばっかりなんですよね。ちょっとね、水やりだけちょっと気をつけて、水やりすぎないように。今根腐れ状態だと思うんで、乾いてから、表面が乾いても少し砂払うと中もちょっと多少湿ってるぐらいの状態をできるだけキープできるように、乾いたら水やってそしてまたしっかり乾かしてまたたっぷり水やりみたいな、そういう感じでやらないとちょっとあれですね。根腐れでしょうね。根腐れ病だと思い殺菌消毒したのですが、いまいちな感じ。根腐れ病気病病病病気病気っていうことなのかな。単純に多分水が多くて渇水になっちゃって弱ってるだけかもしれないですね。そうだったらいいですけど、逆にね、病気じゃない方が。そうですね、大きなポット、その方が管理は楽というか、そうですね。わかりました。ちょっと分かりにくいですけど、だいぶ中の方はすっきりしてきております。心配ですね、その五葉松。私もとりあえず水も何もしないでそうですね。私も五葉松と、長寿梅と、なんだっけ、水で岩笠はよく枯らします。うちには合わないみたいです。五葉松は最近はもう全然大丈夫なんですけど、やっぱ長寿梅が全然樹勢が上がらなくて、どんどん悪くなって結局枯れちゃうんですよね。何がいけないのかな。水とかも普通にちゃんとやってるつもりなんですけど、リポッティングのために来年以上待つ。これ
これはね3年上4年ぐらい植え替えてない、シンシさんのお達しの通り6月5月、まあ私5月にしようかな。5月の中旬ぐらいにしようかな。5月の中旬に植え替えをします。5月中旬に植え替えします。I will replant it in mid-May. 長い。道の駅で売っていたので購入させてもらったのですが、毎日湿度の高いところで水、そうですか。とても参考になるのありがとうございます。そうですね。まあその時の管理が良くなかったのかもしれないですね。長寿梅2本ダメにしました。長寿梅私ちょっと本当に苦手で好きなんですけど枯らしちゃうので、あんまりもう買わないことにして、挿し木からのやつは調子いいんで、特に古いいい木なんか買わないように、もう挿し木のちっちゃい苗から環境に慣らして育てるように、それだったら枯れないんで、本当は欲しいんですけど、古い肌の着てるやつとかいいなと思うんですけど。TAT さんありがとうございます。そう最初は上げすぎちゃうんですよね。枯らしちゃいけないと思って水やりすぎて枯らしちゃうんですよね。心配でね。イタリア語 TAT の綴りが入ってる単語がそうですね。そうですね。図書の植え替えはい。今日はちょっともう時間的にもうこんなになっちゃってもうまた何もできなかったけどこんなんですけどそろそろ金図とか図書とか団地製のもの寒がりのもの手入れできるようになるので植え替え動画撮ってみたいと思います。ミストもいいですね。ミストもいい。葉水はなんかこう元気になりすぎちゃうっていうところもあるんで、伸びすぎあんまり葉水多いと葉が伸びすぎちゃったり勢いついちゃったりするんで、適度な感じで、何事も適度に。その枯れかけっていうかその五葉松は葉水あげるといいですね。水やりより葉水の方がいいかもしれないですね。すいません。これでも綺麗になってきてるんですよお見せできずに。準備どうですかね、丸中さん、お師匠さんも。大変ですよね。防災 Q さん、ありがとうございます。行きます。わあ、スパチャありがとうございます。行きます。初日の、まだ涼しい、多分すごい暑いじゃないですか、例年。3年ぶりですけど、4年ぶりか。なので8時ぐらいに行こうと思ってます。朝の8時半とかそのぐらいめどに朝4時ぐらいに起きていこうかな。4時5時起きて、当時園の方寄らせていただきます。差し入れ持ってきますね、飲み物。TAT さん、最初と比べると本当ですか？よかった。本当はもっとちゃんとやりたかったんですけど後日脱字になってしまってすいません。皆さんのご意見を参考にしながら、はい。皆さんこの場所の皆さん優しいんですよ多分本当に涙出るくらい頑張ってください。Q さんも準備大変ですよね。Q さんも。私ただ遊びに行くだけで気楽なもんなんですけど、一位も基本的には図書と同じ作業でしょうか。植え替え時期ですか？植え替え時期も一位も少しちょっと
あったかくというか、まあ普通に私は3月ぐらいに植え替えしましたけど問題なかったです。まあ、そんなに寒がりでもないですし、普通に植え替えて大丈夫かなと思います。ただイチはあの夏っていうか結構青々してて、夏にいろいろ葉っぱとか手入れするとなんかあんまり樹勢が上がらないんですよね。なんで秋ぐらいになんか芽をここの中の方に芽とか持つんですよ。ぬかちゃんさんありがとうございます。そこができたらちょっと秋の早めに切っとくと芽がよく育ってよく小枝が増えてくって習いました。なんて言ってんだ何言ってんだろう、はい、わかりますかね。ちょっとなんかいろいろ一円にもいろいろあるんですよね、種類が。私が持ってるのはちょっと葉っぱの細いやつなんですけど、あれはちょっと気難しい感じがします。で普通の位置はなんてことはないです。ぬかちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。うちも黒松好きなのにいつも枯らしてしまう。赤松とは相性がいいようで元気なのに。そうですね。黒松を枯らしそうか。黒松と赤松基本的には管理一緒ですけど、やっぱこう生きてる環境は結構違うというかね、違うところにいますからね。黒松も多分山にもともといたと思うけど塩害に強いということでやっぱこう海側に今植えられたものが自生化してるっていう。だから塩害にだからもともとの性質が違うのかもしれないですよね。ただなんか菌根菌の話になるんですけど、グミも海側に住んでるんですよ。沿岸沿いとか、そういうところに。でそのグミのに共生してる菌と黒松の菌が仲いいらしくて、一緒になんかなんていうかくっついちゃうんですって。だからなんかネットワーク作ってるらしいんですよ。だからもうやっぱそういう土壌環境も生育にだいぶ影響してるんだろうなとは思いますけど、グミと仲良しとは知らなくて、土の中で、黒松も乾かし気味の方がいいですね。そうですね。あやねさん、僕も赤松と相性がいいんですけど、そうですね。グミの話ですか？そうですね。もうちょっと時間も過ぎちゃったんでもう終わろうかなと思います。長くやっててもしょうがない。だいぶでもちょっとすっきりしたような気がしませんか？これからちょっとさらに掃除してきれいにしようかな。よしちょっと待ってくださいね。恥ずかしだけ終わらせましょう。今ラストスパートで恥ずかしだけちょっとやります。菌根菌勉強したくて本検索したらめっちゃっていうね。菌根菌の本はねたくさんありますね。論文もたくさん出てるんで、論文ネットで落とせるからそれも面白いですよ。長寿梅は長寿梅は酸性化に弱いってことかな。結構肥料をあげるから酸性になりやすいですよね。やっぱそしたらやっぱ水はけ良くないとってことかな。チャオキミチラメン遊ぶところの市の花場一の花屋。はい、丸中さん頑張れます。
あとしばしお待ちください。何か終わらせないと配信してる意味ないような気がした。はい、よしよし。金婚金の本は面白いですよね。私も3冊か4冊ぐらい持ってますけど、共通するところもあるけど新しい発見もあって、そうはい、やっぱ水はけですね。水はけね。なるほど、そうですよね。グミと黒松勉強になった。そうですか。一緒に植えたらね、一緒に植えたらいいのかなって私も思ったんですよ。グミって結構ね、根粒菌とか昆布みたいなの作るじゃないですか、勝手に。そういうやつとなんか一緒に植えたらいいことあんのかなと思ったりはしましたね。私は毎週この配信のために仕事頑張ってるのでありがとうございます。本当かな、嬉しいけど。あとは、金婚金研究されてる学者さん結構そうですね。面白いですからね。あの世界すごいネットワークだと思いますよね。土の中ってね。本読んで面白いもん。読んでるだけで面白いから、あれを同定するのがまたもう未知の未同定の、金もたくさんあるらしいんで、それをその世界がまた楽しそうですよね。おすすめ金婚金の本ありますあります。後で書いときます。結構ちょっと難しめの本ですけど面白いですよ。グミの初めての植え替えは眼種病とそうですか。しじさんもそんな時代があったんですね。ありますもんね、ブリブリしたものが。親近感が湧きましたしんしさんのチャンネルすごいよな。もう本当衝撃で見てましたもん。こんなチャンネルあるんだと思って、なんてチャンネルなんだ。何年も追ってるところがね、ちょっとここでちょっと喋って終わりって感じじゃなくて、説得力も半端ないですし、ああいうのなかなか作れないですよ。作ろうと思っても全然レベルが違う。そう癒され、ぼーって見てられるじゃない。言葉がなくてもいいから、ああいうのすごくいいですよね。なかなか真似できないですよね。いや真似してもよくないか。真似しちゃダメなかすごいですよ本当に。そう癒される。お待たせしました。だいぶ古葉も取ったんで、とりあえずこれで終わりにして、これは紳士さんの言う通りもう少し待って植え替えしようかなと思います。紳士さん何時か。紳士さんの動画が画質がいい意味でえぐいそうですね。カメラ何使ってらっしゃるんでしょうか。ちゃんとした撮影用の立派なやつでしょうか。私携帯のスマホなんですけど、何使ってらっしゃるんですかね。角度何台か設置して高く、いくつかの角度からアングルから撮ってらっしゃるんですかね。秘密ですかね。企業秘密ですかね。それだけ教えてもらったら終わりましょうか一応私もカメラあるんですけど、
キミさんの動画も本当ですか？ありがとうございます。ダサいですけど、ダサいのは分かってるんですけど、エンディングとかめっちゃダサいなと思いながらダサさにはもう自信があります。キミさんね、ありがとうございます。だいぶ喋れるようにもなったし、エンディング良かったですか？ちょっと自分ではちょっとこれは何やろうと思いながらそれがいいのそうですか高度な編集はできないですけどね、はい、それで喜んでくださったらよかった。教えてくださった。R6 と 70D 使ってます。カメラレンズと照明がレンズ、なるほどね。作業がほとんどです私もです。マリンバじゃないです、カリンバですマリンバじゃなくてカリンバですそうですね、今度の来週ここにカリンバ置いとくんで、それでなんかリクエストのものを弾いてみましょうか。そこまでできるようにはなってない。曲一曲テーマして練習して鳴らしてますから大丈夫です。マリンバって何ですかね。バーンってやるやつかな誰かにも間違えられた。昼間さんにもマリンバって言われたんだったカリンバですって言ったらごめんなさいって言ってました謝ってました。はい、ということで、恥ずかしもだいぶあらかた終わりました。ちょっとずっと気になっててやりたいと思ってたんで、この場を借りてやれてよかったです。はい、中の方すっきりなんか目が出てくると思うんで、それでまたギュッと作れるかなと。見えますよね、向こうが見えるようになりましたね。感じ、幹をきれいに洗って、少し角度はこっちが正面で、木金か、ごめんなさい木金だったごめんなさいこんな感じ。前はこっちか。で前でこうなってるのを、これでも悪くないけど、少しこのくらいで起こしてみようかなと思ってます。この幹のここがあるから、すっきりしました。はい、はい、ということで今日は、めつみと恥ずかしいをしました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。さよなら。お疲れ様でした。ボンチョさん、マサニーさん、ありがとうございます。トアルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、丸が終わりです。TT さんもありがとうございます。シンさんもまた来週よかったら見に来てください。さよなら。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あと、すいません、スパチャーくださったお二方も、ありがとうございました。はい、大事に貯金しておきます。はい、ありがとうございました。また来週。さよなら。楽しい方、さよなら。